どうも、ロジャスです。今回は鳥の翼について解説していこうと思います。一番最初のオスプレイでも少しやったことがあるんですが、もっと詳しくきちんとやりたいなと思ってアップグレードしました。鳥の写真を見ても翼がどこがどうなっているのかわからないなって思う方もいますよね。基本的な構造がわかれば翼が見えるようになる、描けるようにもなると思います。では一緒に勉強してまいりましょう。まずこれは鳥を上から見た図です。鳥は線対称にできているので、片面の翼から考えていきましょう。上から見た翼は翼状面と言われます。その左側で考えていきます。まずは骨格です。翼を伸ばした状態に見えていても、中の骨格は少し曲がった状態になっています。その方が力が入ります。人間の腕に例えるとこんな感じです。翼を開いたり閉じたりすると骨格はこう動きます。この骨の関節は一つが動くと他の関節も自動的に同時に動くようになっているんですけれども、この部分だけ独立してぴょこぴょこ動かせるようになっている部分です。その手に当たる部分の骨からだんだんと生えてきている羽があります。その羽のことを初列風切りと言います。前に進む力、推力を生み出す羽なので、速度の速い鳥は長かったり多かったりしています。次に手首から肘にかけて生えている羽は、自列風切りという羽になります。上に向く力、揚力を生み出すので、高く飛ぶ鳥はここがしっかりしていて多かったりしています。その中でも体に近い3本の羽を3列風切りと呼びます。ちなみに数の数え方はこの初列と次列の境目から数えていくような形になります。ここで注意する点はですね、一番外側の羽から階段状に上に重なるように生えてきているというところがポイントになります。こういった重なりがどっちだったかなって後で、忘れちゃう方もいるかと思うんですけど、そんな時は家の屋根を思い浮かべてください。屋根っていうのは下から上に重なるようについていますよね。だから雨が降った時に水が下にだんだんと落ちていくわけです。だけども重なりが逆だったら、この隙間から雨が下に染み込んでいってしまいますよね。これじゃまずいので、鳥の羽も体の中心が一番高くなってだんだんと水が落ちていくようになっています。これが骨から生えている羽になります。では羽はここで終わらないですよね。この上にいっぱいかぶさってきますよね。その解説をする前にまずじゃあ筋肉をつけていってみましょう。筋肉はざっとこんな感じ。これが皆さんがいつも美味しく食べている手羽先になります。手羽先を食べるときは食べながら観察してみてください。で、鳥の肌は鳥肌と言われますよね。ボツボツしてる。そのボツボツからいろんな羽がまた生えてきてるということになるんですね。ではここから連続していきますよ。一番低い羽からいきます。黄色いところが初列大雨覆い。それにかぶさってくるのが初列中雨覆い。そこにまたかぶさってくるのが初列小雨覆い。そして骨格のところでペコペコ動く部分、親指のところから生えてきているのが小翼羽。小翼羽はこういう風に横並びになっているものと、こういう風に下を向いている鳥がいます。ここでは一応横に一列に並んでいる形にしておきます。次に自列ゾーンいきます。この辺に手根雨覆い。その上から中ほどにかぶさっていくのが自列大雨覆い。その上に自列中雨覆い。その上に自列小雨覆い。さらにその上際の部分に前縁雨覆い。そして体と羽の間に肩羽というものがかぶさってきます。ちょっと早いおいって声が聞こえますね。頭から煙出てないですか？大丈夫でしょうか？ちょっと大変なんですけど、これをもっと覚えやすく考え方として、ちょっと別の画面で解説していきます。じゃあ今の羽全体をこんな簡単な形にしてみます。で、まずこれを縦に割ります。そうすると、外側を初列ゾーン、中側を自列ゾーンに分けられます。
これを一回ちょっと覚えておいてください。で、また元に戻して、今度は横に割ってあげると、上は雨覆いゾーン、下は風切り羽ゾーンに分けられます。ここでそれぞれの特徴として、雨覆いゾーンの羽は皮膚から生えていて、羽が比較的小さい。また下に見えている風切り羽ゾーンの羽は骨から生えていて、羽が長くて大きいという特徴があります。それも踏まえて今度は十字に切ってあげます。そしてそれぞれのゾーンを合わせてみると、こうなります。外側は初列なので、初列雨覆いと初列風切り。中側は次列なので、次列雨覆いと次列風切りということになるんですね。はい。では次に上の文字をちょっと移動します。そして上の雨覆いゾーンを3つにそれぞれ分けてあげます。その分けたものは上に行くほど羽が小さくなっていくので、下から大、中、小と分けられます。次に一番右下を見てください。次列風切りの最後の3本を3列風切りと名付けます。そして一番上のとこに小翼羽、体と羽の間に肩羽を乗っけてあげます。これが基本の形になります。厳密に名前を覚えなくてもこの関係性をまず覚えちゃっていただければと思います。では元の画像に戻りますよ。でもまだちょっと覚えること多そうで大変そうですよね。もうちょっと数減ってくれればいいのにな。減らせます。これは絵を描く人に向けての解説としているんですけれども、絵を描く上でここまで細かく覚えてなくても大丈夫です。じゃあ減らしていきましょう。ではどこを減らせるかというと、右上のここ。前縁雨覆い。これね、取っちゃいましょう。これはね、もう見た感じ、次列小雨覆いと一緒です。もう同化しちゃってるんで、これはいらないです。だから次列小雨覆いとして覚えておけば大丈夫な部分です。で、次に、こちら。初列小雨覆いと初列中雨覆い。これはね、もう写真見ても見えない鳥も結構いるんですよ。なので、これは下の初列大雨覆いと同化させちゃいましょう。さらに名前も大というのを取って初列雨覆いにしちゃいましょう。さらにこの手根雨覆い、このピンクの羽ですね。これもね、写真見ると、これどの花だってなること多いので、これは水色の次列大雨覆いに同化させちゃいます。これが限界かな。いや、もう一声ロジャース。次列雨覆いの大中小いけんじゃないって言ってもね、これいけないんですよ。いけない理由がありまして、ちょっとこちらをご覧ください。じゃあ、紺色の次列中雨覆い、ここに注目してみてください。3、2、1。わかりました？なんか変わりましたよね。階段状に重なっている向きが逆になったんですよ。これからこれに。こうなってる鳥もいるんですね。じゃあ次に水色見ててください。3、2、1。またこの中雨覆い、大雨覆い、両方とも逆になってるやつもいるんですよ。すべての鳥が同じ並びってわけにはいかないんですね。その鳥の環境だったりね、進化の仕方でこう変わってくるんでしょうね。これはしょうがないですね。じゃあこのまま一部分を赤くしました。この赤いところ見ててください。3、2、1。これがですね、赤いところが、階段状ではなくて左右どちらよりも高くなってるんですね。こういうね、イレギュラーが発生するんですよ。これはしょうがないです。肌からが生えてるものですからね。例えば強風だとか敵と戦ったりだとか、そういうので羽がね、こう乱れてしまうこともあるでしょうからね。こういうイレギュラーが発生するわけです。で、そういうこともね、自然界に生きる動物のワイルドさの部分の一つなんじゃないでしょうか。でも逆に言うと、絵を描くときは、こういうところランダムでもいいんじゃないかっていうところがありますよね。厳密に綺麗に並んでなきゃいけないってわけじゃないんですよ。そういった点も踏まえつつ、最低限この絵の関係性が分かってくれば、写真を見たときに、この羽が次列雨覆いかとか、ここが3列風切りかとか、見えてくるようになってきます。見えてくると模写もしやすくなるし、
あと漫画で鳥のキャラクターを描いた時にいろんなアングルから鳥を描くこともできるようになってくると思います。で、ちなみにこの羽の畳まれ方なんですけれども、自列ゾーンが縮んでいくように細くなっていくんですけども、それよりも初列ゾーンが扇、扇子とかのようにバタバタバタっと大きく動いて畳まれていくんですね。で、この上から見ると自列ゾーンの下に初列ゾーンが入り込むような形に見えてきます。ここからは私の描いた絵で解説していきますけれども、左は今見てきた翼状面で同じものですけれども、右側が下から見た翼下面になります。で、ここで注目して見てほしいのが、それぞれ一番外側の羽です。左側の翼状面では一番端っこの羽は一番下になっているんですけども、翼下面の方では一番上に見えるんですね。これは逆に反転してるんで、そう見えるだけですね。それと、あと下の部分の、雨覆いの部分ですね。この翼下面の方でもイレギュラーが発生するので、描きたい鳥の写真をよく見て観察してから絵を描くようにしましょう。次に翼状面の肩羽ってありましたよね。羽と体の間を覆っている羽です。これが翼下面になると肩羽というのはなくなって、下に行くと脇羽ということになります。肩羽よりはなんかふわふわして柔らかそうな毛になっています。鳴き鳥以外はだいたいついている羽になります。あと名称のところなんですけども、翼下面のところでは、雨覆いの部分は下部という名前が頭についてきます。またこの画面では翼上面翼下面とも、雨覆いの部分が同じぐらいのバランスで書いてありますけれども、これが翼上面と翼下面でバランスが異なることもあります。この辺も気をつけて観察してみるといいと思います。次に尾羽に行きます。尾羽の重なり方も屋根と一緒で中央の部分が一番上になっています。でも下から見ると中央の部分は一番奥に行きます。上尾頭、下尾頭といって、この尾羽の付け根の部分があるんですけど、大抵の場合は下尾頭の方が長くなっております。これも特徴です。また羽一本一本についても、中央の尾羽は軸が真ん中辺にあるのに対して、外側の羽は軸が外側になります。外側の羽の方が風を受けるので、外側に軸があった方が支えられるという理由ですね。これは他の羽にも言えるんですけれども、他の羽はそれぞれ全然違う形をしています。場所によって違う形なんですね。またこれはハイタカという鳥をモデルに描いていますけれども、鳥によっても模様だったり形全然変わってくるので、ぜひ描きたい鳥の形を調べてみてください。次に1羽の鳥の中でもいろんな羽がその鳥の中にあります。その羽の見分け方なんですけれども、羽に軸があるかどうか、ないのは面羽。ダウンジャケットや布団にしよう。軽くて保温が効いて防水で皮膚を守ってくれている羽です。たまにダウンジャケットからピョインって白いのが飛び出てて、それを引っ張ってみるとこの面羽が出てくると思いますけど、まさにあれです。で、軸があるのは声羽と呼ばれます。で、その中でも大きく長く軸がしっかりしているかどうか、しっかりしているのは風切り羽や尾羽になります。で、あんまりしっかりしてないのは体羽ですね。体の周りに体羽があって、その下に面羽が隠れていて保温してくれてるという形になります。ではここで以上のことを踏まえて、スケッチしてみましょう。実際に羽を描くときはどういうふうな順番で描くのがいいのかなというのを、ロジアス風ではありますが、ザザザッとちょっと描いていってみます。まずはだいたい大まかな鳥の全体像を、バランスをとっていっています。で、尾羽は、体からどこの辺まで伸びるかなというところですね。結構ね、猛禽類とかって尾羽大きいんですよね。で、次に頭です。頭はちょっとこっちを向いているような顔にしようかな。で、見えないお腹のラインも少し意識します。くちばしから目はこの辺りかな。ここで簡単に
鳥の羽の骨格、それも少し意識して描いていきます。でそこから初列風切り羽が、こんな風に生えていきますよね。ちゃんと骨から生えているこのラインを意識しておくといいでしょう。この辺で意識しているのは、肩と背骨のラインですね。それがどうなってるかなっていうのを今模索してます。これ背骨がこうなってるかな。で肩のあたり肩甲骨みたいなこの大きい骨があります。そして肘から手首に向けてこの次列風切り羽の方向を決めていっています。次に雨覆いのラインを決めていきます。初列雨覆いもこの辺までかなというところを目安を決めています。でこれが小翼ですね。はい、で反対もそのように描いていきます。ここのラインはまっすぐ描かない方がいいと思います。こうふっくら描きましょう。なぜかというと鳥の羽の断面というのがこの形状になっています。飛行機の羽もこういう形状になっています。この形状が下と上の風の速さを変えて揚力を生むのです。その辺は、今度鳥のイラスト図鑑をやった時に詳しく解説していけたらなと思っています。雨覆いのラインを今決めています。次に尾羽の、それぞれの角度を、ラフとして決めていこうと思っています。だいたい中心からこんな風に伸びていくイメージですかね。ここで今回ちょっとスケッチなので尾羽の数はだいたい12本かな、それぐらいが一般的なんですけれども、メインの翼の風切り羽の本数まではちょっと厳密に数えてはやってないです。ちょっとその辺はラフに描いています。この鳥ははやぶさをモデルにしています。この辺ですね。この辺ちょっと盛り上がりながら肩羽っていうのがついてきます。一旦ね羽から、体にこう盛り上がりがありますよね。その間に肩羽の盛り上がりが出てくるような形になりますね。これだとちょっと分かりづらいけどペン入れした時に少し分かりやすくなってくれるかな。ここは風切り羽の方向を決めてますね。やっぱり骨から伸びるようにちょっと広げます。はい、広げて手に当たる部分の骨から初列風切り羽がこう伸びていくような感じ、そのラインをイメージしてラフを描いています。こういったラインかな。この辺も少しなんかへこみすぎちゃったんでふっくらさせます。はい、だいたいこれが形の取り方です。で形が取れたらどんどんペン入れしていきます。ペン入れをする時に気をつけるのは、どこからペン入れをしていくかというと一番高いところですね。一番高いところというのは羽が一番高くなりますよね。その高いところから低いところの方にペン入れしていこうと今考えています。この小雨覆いはね小さい羽になるのでこう細かくちょんちょんちょんと表現していってます。でここら辺が大雨覆い中雨覆いぐらいになるのかな。この辺は少し大きくしてますね。これ中雨覆い抜けちゃってるかな。それも書けばよかったな。すいません、ちょっと真ん中の羽抜けちゃってますね。まあいいか。肩羽は下に行くほど大きい羽になってきます。それをちょっと意識しています。でその横から3列風切りでその下にだんだんと階段状にこの次列風切りを描いていきます。で次列ゾーンができたらその下にある初列ゾーンですね。その中の一番高いところ小翼を描いていきます。でその下の初列雨覆い、ここは初列中雨覆いぐらいまで書いてあるかな。でこれが初列大雨覆いになりますね。一番下の雨覆い、
その下に初列風切りです。この辺からですね、この初列風切り一本一本が少し開いてくるので、羽の形がよく見えるようになってきます。なのでここら辺、ちょっと外側をカクって意識して描いてますよね。これがこの外弁結骨ですね。そういったのが見えてくるのが特徴です。それを描くと結構かっこいい羽になるんじゃないかなと思います。一番外側の羽は結骨はなしで、こう綺麗なカーブを描くような形になります。だから一番外側は結骨なしで、外から3枚ぐらいを外弁結骨描いて歩けるとかっこよくなるかなと思います。この辺、体の上の羽ですね。それも尾羽に近づくことによってだんだん大きくなってきます。ちょっと極端に大きくなりすぎちゃったかな。で、尾羽に、その羽がかぶさってくるようになりますね。それで尾羽と体の羽がこうグラデーション状になんか綺麗に尾羽に変わっていく様になるんですね。これでこっちの翼に行ったか。右の翼を描くときも一番高くなろうだろう部分から描いています。はい、自列風切りも、体の方が高くなっているので体の方からペン入れしていますね。で次に、左側と同じように小翼、その下に雨追い、こちらの、初列風切りもこの辺から、外弁結骨をちょっと意識して、この辺ですね、書いてって一番端っこの羽は綺麗な曲線と結骨なしで書きました。で尾羽は一番上、中央の尾羽から書いていきます。ちょっとこれカメラで撮るので紙を固定しちゃってるんで手の向きがね少し書きづらいので、皆さん書くときは紙を回転しながらこの曲線さっさと書きやすい角度にしながら書くといいと思いますよ。あと一つ、はい OK。 はい、最後に頭もザザザとペン入れしていきます。ちょっと今回は書き方というところを見せたかったんで、この絵の出来よりもね、スピード感を意識しているので雑になってしまって申し訳ないんですけれども、この辺ははやぶさの模様を意識しています。この辺はちょっと細かったかなという線をちょっと太くしています。それでですね、ちょっと言い忘れちゃったんですけど、この自列の風切りの先っぽはこう少しね丸みを帯びた角って感じにして、初列の方はそれよりも少し尖ったような刃先にするといいと思います。一枚一枚の羽の感じはこんな感じでしょうかね。あんまりここはねペン入れしなくてもいいところなんですけど、消しゴムかけたらすっきり見えますね。あとはちょこっと見えるだろう足を付け足したり、あと細かい羽、少し軸の感じとかこんなのをちょっと付け足して線画は OK です。では、ついでに少し、グレー一色で、色の感じをザザザっとつけていこうかなと思います。だいたい猛禽類とかの、羽って一枚一枚の羽の際がですね、中ほどより薄くなっていることが多いんですね。なのでこういうふうにちょん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 って、スペースを空けるように描いていってあげるとそれっぽく見えてくるかなと思います。結構、ザザザと雑に描いちゃってるんですけれどもね。あと、このグレーの入れ方はだいたいこんな感じなので動画はちょっと早送りさせていただきます。はいはい。絵の具で描くとしたらねもっと一つ一つちゃんと細かく精密に描くところですけれども、こんな感じで、スケッチですけど描いてみました。
少し羽の描き方の参考になればいいかなと思って一応描いてみました。以上のことをまとめたのがこの今回のイラスト図鑑のこのページになります。ちょっとね、ごちゃごちゃして見えづらいかもしれないですけれどもね。で、鳥の羽を描くときはやっぱり気をつけるのは羽の枚数だったり形、模様、いろいろあってね、結構難しい、難易度が高いものですよね。ですがこのインターネットの時代、結構ね鳥の写真ってもういくらでもネットで出てくるので、ぜひ検索してみてほしいなと思います。また、描きたい鳥の羽の枚数ですけれども、それもね検索すると簡単に出てきます。例えばカラス羽の数とかスズメ羽の数って入れると、初列風切りが何枚で次列風切りが何枚でとか出てくるので、ぜひ検索して見つけてみてください。また、今回は羽でしたけれども、鳥の骨格だとか足とかまだまだ鳥にもいろいろありますよね。そういったところは今後鳥を描くときに、骨格を含めていろいろまた、描き方を紹介していったりできたらなと思っています。今回はちょっとお勉強みたいな感じで硬い動画になっちゃったんですけれども、参考になったっていう方がいらっしゃいましたら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとコメントもいつもありがとうございます。楽しみにしてます。今回はこの辺で終わらせていただきます。次回もお楽しみに。ではまた。